こんにちは。前回ナンバー7のアッパー製作終わりまして、赤いロングバンプダービーを作りました。で、今回はその次ナンバー8のナンバー8のアッパー製作をやっていきたいと思います。使うのはこちらの革です。かなり珍しいです。僕が何度か使っている野生のイノシシ革、あれは広島のバリドさんというところから購入してるんですが、同じくバリドさんから購入したツキノワグマの革です。これかなりレアで、イノシシに比べてクマの方が絶対数も少ないし、かなり危険で、そう簡単に捉えて革にすることはできないようです。革の表情なんですけど、イノシシ革とはまたちょっと違って、イノシシ革はかなり脂肪肝と毛穴っていうのが目立ったんですけど、このクマ革は毛穴っていうのはあんまり目立たないですね。少し脂肪肝があってツヤ感があって、映像だと分かりにくいんですけど、特徴的な点々模様というか、光にかざすと牛や馬やイノシシにはない斑点模様みたいなのが見える時があります。イノシシ側と同じく野生の革なので結構傷があります。その傷を生かしつつ、それに合うような靴のデザインを起こしたので、今回は野生のツキノワグマ革を使って靴を作っていきたいと思います。今回ツキノワグマ革で制作するのは、ちょっとヴィンテージ感漂う外羽のパンチドキャップとを作っていきたいと思います。野生の革なので完全に綺麗な状態で靴を作るよりは、あえて少し傷を入れながら裁断しました。なんですけど、例えばこれバンプの中心ですね。こういう履きじわが入るところ、ここにがっつり傷が入ってたりするとデザインが混乱するというか、傷もデザインの一部ではあるんですけど、入ってほしくない場所と入っていていい場所っていうのはあると思うんですよね。なのでそういうところに気をつけながら、入ってほしい傷、入ってほしくない傷っていうのはコントロールしながら型入れをしました。例えばこのカウンターパーツのここに切り傷が入ってます。これなんか結構かっこいい傷というか味になる傷だと思います。一方でここはちょっと隠れる場所に傷入ってるんですけど、これはちょっと穴が開いちゃってるので、普通のアッパーの部分に入れると裏のライニングが透けちゃったりね、あと強度的にどうなのかなっていうところがあるので、革の重なる見えない部分に傷を入れて、これは隠す傷ですね。あとはこのバンプパーツのこの部分にちょっと傷が入ってたりとか、反対側のバンプパーツのここにちょっと傷入ってたりとか、皮を見ながらこの傷はかっこいいから入れようかなと、どこに入れようかなっていうのを考えながら、生きていた時に自然にできた傷も含めてデザインの一部にするような感じでカットしてみました。キャップパーツに穴飾り開きたいと思います。少し穴は普段より大きめです。クマの雰囲気ということで少し迫力が出るような感じを目指します。次はこのカウンターの後ろの部分を合わせて縫い割りしていくんですけど、ここちょっと面白いですね。ここ皮をすいてあります。すいてある部分の色がちょっと薄くなっているのが分かると思うんですけど、すいた部分に少しつぶつぶみたいなの見えるの分かりますかね。これちょっとなんだか分かんないんですけど、熊革の特徴ですね。皮全体がこういう感じで、この辺だとケバケバしててあんまり分かんないんですけど、すいてケバケバがなくなるとちょっとつぶつぶが現れてくるというか、表の脂肪模様も少し特徴的だし、それに合わせてこの裏のちょっとつぶつぶ模様というか特徴的ですね。
ライニングの内側にはこの靴の表記しておきました。ナンバー008ブラックベアダービーということで、月のワグマは英語で言うとアジアンブラックベアということで、ブラックベアダービーと名付けておきました。今回は球磨川で月のワグマっぽいイメージで作っているので、そのまんまですけど、球磨川のダービーということで書いておきました。トップラインにビーディングを貼りました。この靴はハトメに少し大きめの外ハトメ取り付けます。黒い金属のリングです。僕は外ハトメ使うことあんまり多くないですけど、使うとしてももう一回り小さいのを使ってますね。今回はブーツに使うような少し大きめのハトメを取り付けます。カウンターとバンプを縫い合わせます。バンプライニング、足の前の方のライニングに使う革はこれです。ナンバー7のアッパー製作でもちょっと話したんですけど、牛の革なんですけど結構分厚くて、ここの繊維の層がふかふかしてて、触るとすごく柔らかいです。表面も肌触りが良くて、履いた時に前の方の足あたりが柔らかくてふかふかしてて気持ちいいようにこのライニング使っていきます。最後に羽の付け根缶止めをします。はい、アッパーが仕上がりました。外羽のパンチダキャップ等です。脂肪感があって少しマットながらもなんかツヤがあるみたいな、ちょっと不思議な質感の革だったので、少しカジュアルめ、ブーツっぽい感じに武骨なデザインにしてみました。ハトメは4つで外ハトメですね。ここにちょっとブーツっぽいような飾りのステッチ入れたり、この羽の付け根のところはダブルステッチにして、このキャップのところは穴飾りをダブルステッチで挟むという結構迫力のある感じになってます。でキャップ部分とタンの一番上のところはギザギザのカットをしてあります。この熊革は結構柔らかいです。イノシシ革と比べると同じか触った感じ若干柔らかいような気もしますね。革の厚み 1.5 ミリぐらいですね。かなりしっとりオイルが多めな感じで、磨くのと履いた後のエイジングっていうのがすごい楽しみな革です。この熊革はかなりレアということでかなり値段が高いです。イノシシ革の2倍します。イノシシ革が野生の革ということで傷っていうところと、あと端っこの方が結構
靴にならない部分が多くて、でそういうのを含めるとイノシシ革っていうのはイルチアとかアノネイとかその辺の輸入のボックスカーフと同じくらいの値段ですけど、このクマ革はさらにその倍の値段がするということで、かなり希少な靴になると思いますので、この素材に見合った底付けしていきたいと思います。ナンバー008ブラックベアダービー、木型もまたちょっとこう迫力のあるような感じにキッシュのスタンダードなラストのつま先をカスタムして作っていきたいと思います。サイズは26センチ UK7 ハーフソート。今回もワンサイズワンデザイン一点物の靴を手間をかけて作っていきたいと思います。それでは本日の革靴のケイでした。